こんにちは、ロック204チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、主にプログラミングやデータ分析に関する Tips を発信しています。今日のテーマは、Excel ファイルの横方向、縦方向のデータを修正するです。さて、皆さんは普段お仕事や研究などで Excel を使ってデータ分析をする機会はありますか？その際、ウェブからダウンロードしたデータや、他の人から共有されたファイルの形式がちょっと特殊で、このままじゃ使いにくいなと困ってしまった経験、一度はあるのではないでしょうか。例えば、この画面にあるようなデータです。これはオープンデータの一例ですが、よく見ると、項目名ヘッダーが複数行に分かれていたり、区分、年といった単位が直接入力されていますよね。これだと、そのままでは集計や計算ができません。特にオープンデータなんかだと、こういう形式になっていることも少なくありません。手作業で一つ一つ直していくのは大変だし、時間もかかります。できればもっと効率的にやりたいですよね。今日は、こういったちょっと扱いにくい Excel データを、Python を使って効率的に修正する方法をご紹介します。この動画を見れば、面倒な手作業でのデータ整形から解放されて、もっと分析そのものに時間をかけられるようになるかもしれません。今回使うのは、Python の OpenPickle というライブラリーです。これを使うと、Python プログラムから Excel ファイルを直接読み書きできるんです。具体的には、既存の Excel ファイルを開いて、中身はそのままに、指定したセルから新しいデータを横方向、あるいは縦方向に書き込んでいく、という処理を行います。まずは、横方向にデータを書き込む方法を見ていきましょう。先ほどの例で言うと、複数行に分かれていたヘッダーを、正しい一行のヘッダーとして新しい行に書き込む、といった使い方です。こちらがそのための Python コードです。append underline data underline horizontally という関数を作ってみました。最初に、必要なライブラリー Pandas と OpenPickle をインポートします。今回は、主に OpenPickle を使います。関数の定義部分です。この関数は、引数として操作したい Excel ファイルのパス Excel アンダーラインファイル、シート名シーツアンダーラインネーム、書き込みたいデータこれはリスト形式で渡します。そして書き込みを開始したい行番号スタートアンダーラインローと列番号スタートアンダーラインコルを受け取ります。関数の説明ドックストリングにもあるように、この関数は既存の Excel シートのデータを保持したまま指定した位置から横方向にデータを追記するものです。次に関数の本体部分を見ていきましょう。まずtry.except 構文を使ってエラー処理を実装しています。ファイルが存在しない場合や指定したシートが見つからない場合にエラーメッセージを表示するようにしています。トライブロックの中を見ていきます。OpenPickle load underline workbook is underline ファイルで指定された Excel ファイルを読み込み、ワークブックオブジェクトを取得します。次にワークブックシーツアンダーラインネームで操作対象のシートを取得し、シーツオブジェクトに代入します。ここがデータを書き込むループ処理です。for call underline index value in enumerate data の部分ですね。enumerate を使うことで、リストデータの各要素とそのインデックスここでは call underline index を同時に取得できます。sheets.cell equal start underline rowコラムイコールスタートアンダーラインコルプラスコルアンダーラインインデックスドットバリューイコールバリューで実際にセルに値を書き込んでいます。ローは引数で指定されたスタートアンダーラインローで固定です。コラムは開始列スタートアンダーラインコルにエヌメレートで取得したインデックスコルアンダーラインインデックスを足し合わせています。これによりループが進むごとに書き込む列が右にずれていき、結果としてデータが横方向に書き込まれるわけです。ループが終わったらプリント文で保存されたことを知らせ、最後にワークブック、セビークセルアンダーラインファイルで変更内容を Excel ファイルに保存します。これを忘れると変更が反映されないので注意してください。こちらはエラー処理 except ブロックの詳細です。except file not found error は、指定された Excel ファイルが見つからなかった場合に実行されます。except key error は、ファイルは存在したものの、指定されたシート名が見つからなかった場合に実行されます。except exception as e は、それ以外の予期せぬエラーが発生した場合に、そのエラー内容を表示します。このようにエラー処理を入れておくことで、
プログラムが途中で予期せず停止してしまうのを防ぎ、何が原因で問題が発生したのかを把握しやすくなります。では、実際にこの関数を使う例を見てみましょう。まず、Excel アンダーラインファイル変数に操作したい Excel ファイルの名前ここでは output2.xlsx を指定します。Sheets アンダーラインネーム変数には、対象のシート名 01-001 を指定します。New アンダーラインデータ変数には、書き込みたい新しいヘッダー情報をリストとして用意します。全体区分、学校区分、年齢区分といった内容ですね。スタートアンダーラインローには書き込みを開始したい行番号6行目、スタートアンダーラインコルには開始したい列番号1列目を指定します。最後に、これらの変数を引数として append アンダーラインデータアンダーラインホリゾンタリー関数を呼び出します。これで、output2.xlsx ファイルの一重引用符 01-001 シートの6行目1列目から、new アンダーラインデータの内容が横方向に書き込まれる、というわけです。もちろん、実際に使う際には、これらのファイル名やシート名、データ、開始位置はご自身の環境に合わせて変更してください。こちらが先ほどのコードを実行した結果です。左が実行前の Excel シート、右が実行後のシートです。右側の実行後のシートを見てください。赤枠で囲まれた部分、6行目に注目すると、先ほど New アンダーラインデータで指定した全体区分、学校区分といった新しいヘッダーが、ちゃんと横一列に書き込まれているのがわかりますね。これで、複数行に分かれていたヘッダー情報が、分析しやすい1行の形式になりました。次に、シートの既存データを残したまま、今度は縦方向にデータを書き込む方法について見ていきましょう。基本的な考え方やコードの構造は、先ほどの横方向書き込みとほとんど同じです。関数名は、append アンダーラインデータアンダーラインバーチカリと変更しました。引数は横方向の時と同じで、Excel ファイル名、シート名、書き込むデータリスト、開始行、開始列を受け取ります。この関数は、例えば特定の列に ID を振りたい場合や、計算結果を新しい列にまとめて書き出したい場合などに使えます。こちらが縦方向書き込みのコード本体です。横方向のコードとの一番の違いは、データを書き込む sheets.cell の括弧の中です。ローイコールスタートアンダーラインロープラスローアンダーラインインデックスとなっていますね。今度はエヌメレートで得られるインデックスローアンダーラインインデックスを、開始行番号スタートアンダーラインローに足し合わせています。これにより、ループが進むごとに書き込む行が下にずれていきます。一方で、列番号はコラムイコールスタートアンダーラインコルで固定されています。このように変更することで、データが縦方向に書き込まれるようになります。それ以外の、ファイルの読み込みや保存、トライ、ドットエクセプトによるエラー処理などは、横方向のコードと全く同じです。エラー処理の部分も、横方向への書き込みのコードと変更はありません。ファイル not found エラー、キーエラー、その他のエクセプションを補足して、それぞれ適切なエラーメッセージを表示するようになっています。縦方向書き込みの使用例です。横方向の時と同様に、Excel アンダーラインファイル、Sheets アンダーラインネームを指定します。New アンダーラインデータには、縦方向に書き込みたいデータのリストを指定します。スタートアンダーラインローとスタートアンダーラインコルで、書き込みを開始するセルを指定します。最後に、これらの引数を使って、append アンダーラインデータアンダーラインバーチカリ関数を呼び出します。これで指定した列に New アンダーラインデータの内容が縦方向に書き込まれます。こちらが縦方向書き込みの実行結果です。左が実行前、右が実行後です。右側の赤枠で囲まれた部分を見ると、指定した列にデータが縦方向に追記されているのが確認できます。このように既存のデータを保持したまま、特定の列に新しいデータを追加していくことができます。さて、これらのコードを使う上で、いくつか補足事項があります。まず、このコードは OpenPickle というライブラリーを使用しています。もし、あなたの Python 環境にまだインストールされていない場合は、ターミナルやコマンドプロンプトを開いて、pip install OpenPickle と入力して実行し、インストールしてください。また、コードの中で指定している Excel ファイル名、シート名、
書き込むデータの内容、そして書き込みを開始する行番号、列番号は、あくまで例です。実際に皆さんが使う際には、ご自身のデータや目的に合わせて、これらの値を適切に変更してください。というわけで、今回は Python の OpenPickle ライブラリーを使って、既存の Excel データを壊さずに、指定した位置から横方向、縦方向に新しいデータを書き込む方法をご紹介しました。複数行にわたるヘッダーを1行にまとめたり、あるいは新しい列を追加したりといった、Excel でのデータ前処理や整形作業が、Python を使うことで効率化できるということがお分かりいただけたかと思います。単位付きの数値修正などは、今回のコードを応用して、読み込んだ値を加工してから書き込む、といった手順になります。これまで手作業でやっていた方は、ぜひこの方法を試してみて、その効果を実感してみてください。この動画が役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ロック204チャンネルでした。